それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。推し様と会えますかということと、推し様から認識してもらっているのかどうかっていうところを見ていきます。よろしくお願いします。ではまず最初に推し様のカラーエネルギーとあなたのエネルギーそれぞれもらっていこうと思います。そして続けてオラクルカードからも1枚ずつもらっていきます。そして画面左側が推し様、右側があなたとして見ていきます。推し様は翡翠色、あなたがプラムの色です。はい、この4枚でそれぞれの現在の状態見ていきましょう。今の推し様っていうのはとてもバランスが取れている状態かなというふうに見て取ることができます。ここの翡翠色のカラーもとても穏やかな色を感じますよね。緑からのマイナスイオンっていうエネルギーを感じます。こちらもツインズのカードなので、両方の陰と陽どちらもバランスが取れてるっていうところなんですね。今とても穏やかに平和的に過ごされている。そしてファンの方々に対しても愛を持って接して慣れてるのかなっていうふうにも感じますし、今とっても心が満たされている。ネガティブな思いっていうのがほとんどなくて、前向きにそしてシンプルに物事を捉えています。そしてこの方今活動しているのかな、活動真っ最中っていうところで、たくさんのファンの方々を癒していたり、何か作品を通すことによってファンの方の心を助けている、そんなような活動をされているようにも感じます。まさに今この春行動します、何か発売しますよとかね、イベントに出ますよとかっていうお日様が多いんじゃないかなと思いますね。続いてこちらあなたのカラーなんです。これプラムで試練を乗り越えるっていうワードもある。そしてここにプラス試練があってもそれを乗り越えるぐらいの強さもあるし、そして献身的っていうワードも入ってるんです。今お日様のことをすごく応援してるよっていうお気持ちが強いんじゃないかなっていうのも思いますし、絆を深めたい。ファンとお日様、その立場っていうところはあるんですが、ね、このお二人の絆を深めていきたいっていうところがすごく入っています。そしてこれは仕立て屋さんのカードです。糸を手に持ち、ハサミを手に持ちっていうところで、あなたが縫い物をしているんですね。はい。そしてご縁を紡いでいきたいだったりとか、このご縁を手繰り寄せて自分でさらに綺麗に刺繍をして思いを込めて綴っていきたいとか、そのようなお気持ち、状態っていうのも出てきています。お日様をとても推しているっていうのがすごく伝わってきますし、今この自分の心の支えになっているんだっていうふうにも感じるんですね。そしてあなた自身が今困っていることとか、そうですね、落ち込んでいることがある時にこのお日様が大きな支えとかエネルギーを大きくもらっているっていうのも感じます。とても細かいところまであなたが気が利く人なんですね。繊細な方っていうのが入ってきます。だからこそ自分の心を丁寧に紡いでいきたい。そして繊細だからこそ傷つきやすい。そういう時に癒しの力をこのお日様がくれるんじゃないかなって、そのように今現在入ってきています。とてもバランスの取れているお日様なので、その今活動を始めていくんだったら結果を今残されるんじゃないかなって思うんですね。作品を発表するにしても、衣装が取れるとかね、注目を集めるとか、そのように結果が出るんじゃないかなと思います。では早速見ていきましょう。このお日様、今あなたのことを認識しているのかどうか、どれぐらい認識しているのかなっていうところを見ていきます。
それではこちらのルノルマンカードから今どれぐらい認識してもらってるのかなっていうところを1枚もらっていきます。少し分かりづらいなっていうところで出たらイエスノーカードも出していこうかなと思います。どれぐらい認識してもらってるのか。はい、もらっていきます。手紙のカードです。あなたの方からファンレターだったり、あとお相手、お日様のその SNS、ホームページだったり、何かこう X とか活動している SNS サイトにあなたが書き込んでいたりする可能性があるんじゃないかなと思います。それを見ているとか、このお日様のところに届けられているよっていうのがあるので、あなたのコメントだったりとか投稿っていうのを見ている可能性がすごく高いです。伝わっています。応援していますっていうコメントを見ていたりとかする可能性があるというところで、そうですね、そのコメントを見ている、拾っているっていうところだから、まだしっかりとあなたの名前を覚えていないとか、例えばアカウント名だけ知っているんだけど本名は知らないとか、そういうところだと思います。深く知らない、だけどコメントは見ているよとか、見たことあるよとかね。あといつもあなたがコメントを送っているのであれば、それをいつも見ていて、この同じねアカウントの人、この子いつもくれてるなとか、そのような認識はあるよっていうのがちゃんと出てきています。はい、そしてではじゃあこのお相手にプライベートで会える可能性あるのって、それはその街ですれ違うとかね、そういうことも含めます。これはプライベートでっていうことなので、例えばこのお日様の活動範囲っていうところは今回は除いていきましょう。だからライブとかには行って会えるんだけど、プライベートではすれ違うことできないよっていう可能性もあるんですよね。どんな結果になるかわからないけど出していきましょう。では最初にこの後のお二人の流れっていうところをタロットで出していきます。ごめんなさい、ちょっとこのねワンドのナイトさんが1回出てきてるんですが、寄せさせていただきます。そして、スプレッド出していきますね。ワンドのナイトさんももらっていきます。はい、それでは見ていきましょう。そうですね。何か最近急激に物事が大きく動いたことがあるとか、お日様の活動が今この春始まったとかね、少しお休み期間があったんだけど最近大きく動き出したとか、でもそのお日様っていうのは今とても充実されている、バランスが取れている状態だからコンディションがすごくいいんです。その状態で今動き出すっていうのが入ってきています。再始動っていう可能性もあるんですね。少しお休みとか、あとしばらく、休止ではないんですけど、作品を出すまでの間が少し空いていて、今この春作品出すとかね、そういうお日様も多いんじゃないかなと思いますね。これから先活動していくよ、また始めていくよとか、そういう風にも感じます。はい。そしてそのお日様との間、このお日様が急に動いているような感じがするから、ライブで転々としていたりとか、イベントで遠出していたりとかする可能性があります。で、今回プライベートで会えるかどうかっていう可能性で見ていくので、その可能性で見るとするのであれば、あるんじゃないかなっていうのがありますね。で、かなりこのお日様に左右されるところはあります。
このお日様が今公私ともに順調、プライベートも多分充実している。なぜだったら自分の今心身のバランスがいいから、健康面にも問題がなくて、遠出する体力気力っていうところもあります。そして精力的に活動する、自分のクリエイティブな活動をする勢力もあるので、どちらも充実して満足いくまでやっていきたいっていうような流れがあるから、このお日様のこのコンディションによってとかね、動き方によって会える可能性は十分に出ているかなっていうのが出てきています。そうですね、このお日様がもしあなたの住んでいるところの近くに仕事でイベントか何かで立ち寄った時に偶然会えるとか、そういう可能性があります。あなたが今どこに住んでいるのかとか、あとこのお日様が国内の方なのか海外の方なのかによっても変わってくるんですね。近く住んでいれば住んでるほど会える可能性が高いです。同じ関東圏内なのか国内なのか海外の方なのかによってもね、距離によっても変わってくるよっていうのはあるんです。で、何回かチャンスとかありそうな感じがするんですよね。偶然ばったりとか、そのようなチャンスがある。自分が立ち寄った CD ショップ、数分後にこのお日様が来ていたとかね、そういうニアミスっていうのがありそうなんです。これが何回かあって、SNS で知ったけど来てたんだとかね、そういう風に後から知るっていう感じで入ってくるんですね。実はお忍びで来ていたんだとかね、そういう感じです。だからうまくいけば合致するとばったりっていう可能性があります。これは本当に街でばったりっていう可能性かなと思うんですね。お日様の方から会いましょうって連絡が来るとかっていうよりは、ばったり街で会うとかっていう可能性が高いです。そしてそれは住んでいる距離感によっても変わってきます。遠ければ遠いほど可能性は低いんじゃないかっていうふうに見ますね。場所としては街中とか、あとこのお日様が活動する場所、音楽をやっている方だったら音楽に関係している場所、音楽が流れているとか、先ほどもお伝えした通りCD ショップとかね、そういうところだったり、この方が小説を書いているのであれば本屋だったりとか、活動範囲内とかそこに関わる場所の可能性が高いです。でプラスプライベートで、お買い物が好きだっていう趣味を持っていたらショッピングの中でとか、海の好きなお日様だったら海に行った時にとか、観光地でとか、そういう可能性がありますね。この方の趣味の場所とか活動範囲の場所っていうところがあります。それは出ているかな。あとご飯を食べる場所っていうのがあるので、レストランだったりね、そういう可能性もあります。そうですね、このお日様がどこに強いのかっていうことによります。音楽なのか歌なのかね、楽器なのか本なのか映画なのかとか、そういういろいろ活動がありますよね。この方の活動に関わるような場所っていうのがヒントになってくると思います。ただそうですね、あんまりこの可能性としてはばったりなので、一か八かのチャンスのような感じで入ってくるんですね。だから確約できるものではないから、もしね会えなかったとしてもがっかりしないでっていう風に入ってくるんですね。あとそうですね、あんまりいつかないつかなとかってそわそわしないで、落ち着いて会えたらいいなぐらいで思っていた方がいいんじゃないっていう風には入ってきています。そうですね、約束できるものではない、だけどヒントはね与えてくれているし、何回かニアミスっていうのは出てきそうな感じですね。あとお日様が自分の活動に関わる場所なんだけど、でもそれプラス自分のプライベートで訪れると思うんですね。だからあらかじめリサーチしといて、その場所に自分も行くようにして、タイミング確率増やすようにするぐらいはできるんじゃないかなと思います。はい、というふうにあなたの方からも動いてみると可能性がぐっと近づいていくでしょう。これやっぱりそうなんですよね。少し引き寄せっていうのも関わってくるんですけど、自分でやっぱり前向きに捉えて動いていかないと可能性って広がっていかないんですよね。だからそれをしっかりと受け止めて、自分でリサーチして、このお日様のことをねどこに行きそうかなとかね、そういうことを考えて、あなたも楽しむ気持ちでフラッと
出かけてみるとか、そういうことしていくと自分の心にとってもプラスになるし、もしそこでばったり会えたら嬉しいしっていうことで、そういうことで出てきています。じゃあ、もしこのお日様にばったり会った時にどういうことをすればいいの？例えば話しかけるとか、ね、サインくださいとかね、握手してください。握手どうだろう、今ね、いろいろ感染対策とかもあるので握手はできないかもしれないけど、もし会った時にそっとね見守っていた方がいいのかどうなのかっていう、どういうことすればいいのかなっていうのも少しもらっていきましょう。それはこちらのタロットからももらっていきます。もし偶然に会えたら、なんか街とかね、このお日様が行きそうな場所でばったり会える可能性があります。ただそれはタイミングによって変わってくるので、ニアミスになる可能性はある。どっちもどっちっていう感じなので、もし会えたらっていうことで、その時私お日様にどういう接し方をすればいいのかなっていう風に見ていきましょう。カップのキング、そうですね、これ何かね、優しく見守っていてほしいっていうようにも感じるし、お日様のことをよく見てください。で、お日様が誰かと一緒にいたりとか、グループで動かれていたり、話しかけづらいなと思ったら、あまり無理して話しかけないで、遠くからそっとね、プライベートの時間だからっていうところで見守っていた方がいいんじゃないかなっていうのは出てきています。じゃあ、話しかけてもいいですか？お日様が一人だとしても、グループで動いていたとしても、前に出て〇〇さんですかっていう風に話しかけていいですかっていうことで、イエスオアノー、話しかけないでっていう風に入ってきましたね。やっぱり遠くで見ているとかの方がいいのかな、見守っていくとかね、優しく見ていく、あまりしつこくしない方がいいんじゃないかなっていうのが出てきています。だから会ったとしてもぐいぐい前に出ていくというよりは、遠くからでもいいからこのお日様のことを見て、もうプライベートの時間だからっていうところでね、会えて見れて、ここで終わっておこうっていうような、ちょっとね引いてっていうところで見た方がいいような答えが出てきましたね。ただ可能性を求めて自分の方からチャンスを広げていくっていうことはできますからね、それはぜひやってみてください。これはお日様のその活動じゃなくてプライベートでっていうところなので、限度とか良識の範囲内ってところはあるんですが、でもそれでもね、ばったりを狙って行きそうな場所とかリサーチして自分も足を運んでみるっていうのはいいと思います。では最後にアドバイスもらっていきましょう。ではラッキーカラーもね、こちらもらっていきましょう。よりお日様とプライベートで近づいていくためのメッセージカラー、そしてオラクルも1枚もらっていきましょう。そうですね、やっぱり自分の方から可能性を広げていくっていうのはすごくいいかなっていうのも出てきていますしね。なんかもし会えなかったとしても、自分でこうやって可能性を求めて動いていったとか、あとお日様と同じ空間を味わうとか、ニアミスだったとしても同じ場所にいたんだっていうところで、あなたの心が満足するとか気持ちが満たされるっていうのも伝わってきます。だから無理に会うために待ち伏せするとかではなくて、もし会えたら嬉しいなとか、そういうお気持ちなんだと思います、あなたの方も。そしてそのお日様がよく行きそうな場所に自分も足を運ぶことで、同じ景色を見たりとか同じものを食べたりすることで満たされていくっていうのも出てきています。はい、ではアドバイスカードは家のカード、そしてエメラルド、心、体、魂を沈めるというカードです。はい、そしてこちらのカードも入ってきています。パトロンのカードで、そうですね、メンターシップ、導きのカードですね。そしてそうですね、家のカード、やっぱりそうだな、
温かいお気持ちや穏やかな気持ちで日々過ごしていくといいんじゃないかっていうのも出てきています。そうですね、それがいいのかな。リラックスして過ごしてくださいねって日々っていうのも入ってきています。何かあなたの中でそのお日様のことじゃなくて自分自身のことで今悩みがあったり辛いことがあって、それを癒してくれる存在だっていう風に出てきてるんですね。ということはあなたの中で今乗り越えなければいけない課題だったり障害っていうのを感じてる、今実際に苦しい辛いと思ってることがあるから、そうですね、心が少し疲れてるのかなっていうのも感じるんです。だからこそここでリラックスとか心も体も休ませて回復させてねっていうのが入ってきます。安定させていくことだよ。そうするとおのずと魂も安定していく。例えばね、乱れやすいのかもしれません。急いじゃうとか焦っちゃうとか、ね、このお日様に助けられているところは多いんだけど、それ以外のところで例えば仕事がうまくいかないとか、推し活とはまた別に好きな人がいるんだけどこっちの恋愛でうまくいかないとか、対人関係で悩んでることがあるとか、そういう時にこの推しの力を借りてるんだけど、でも実際問題ここ直面してるんだよねっていうことがあるのかも。だからこの問題に対して不安定になりやすかったりとか、なんとかねお日様の力で今安定をさせてるようなところもあるんだけど、何かあるとすぐ乱れやすかったりとかぐらつきやすかったりとかするようなことがある。涙を流しやすかったりとかね、泣きやすい、その辛くてね泣いちゃうとか、そういうこともあるかもしれないので、まずゆっくりと休んだりとかリラックスすることが一番いいよっていう風に入ってきます。で、家のカードだから自分が安心できる場所っていうのをまず作りましょう。で、今ここだって、自分の家だとか部屋だとか、家じゃなくてここだって思う自分の場所があるんだったら、その場所を大切にしてそこによくいましょうっていうことがあります。ゆっくりといられる場所、それは友達と一緒にいる空間かもしれないし、一人の時間かもしれないけど、あなたがリラックスするのが一番いいよっていう風に出てきています。そしてラッキーナンバーは30です。4と30を参考にしてください。そしてパトロンのカードが出てるので導きなんですよね。あなたの困った時に導いてくれる方を探してくださいと。そしてそれは多分お日様なんじゃないかなって私は感じますね。あなたの心を安定させてくれるのはこの推し活、お日様の存在なんじゃないかなっていうのを思うので、ここはねお日様なのかなと思います。推しの動き、活動を応援していくことであなたの心が満たされる、安定していくと思うので、そのままの調子で応援していくといいんじゃないかと思うんですね。あなたの心を落ち着かせてくれる存在としてお日様がいます。そしてもしこのお日様がご自身の手を使って何かをされている方だったら、なお可能性が高いんじゃないかと思います。手に職を持っている、楽器を触っていたりとか執筆していたり、または手だからね、手を使って何かされている方、ハンドメイドだったりとかだとしたら、もうこのお日様に導かれる可能性がすごく高いです。そしてラッキーカラーはエメラルドです。エメラルドという色は恐れを克服し、欲求不満を解消し、穏やかさをもたらすのを助けてくれますね。お日様のこの翡翠色にも近いですよね。この色にも少し近い緑系の色、そして困難な状況に調和を生み出し、攻撃的な気持ち、そして好意を鎮め、傷ついたハートを癒すのに用いるといいでしょう。エメラルドをぜひ用いてください。そして自己評価を高め、豊かさを引き寄せてエネルギーの補給をしてくれます。この色で心、体、魂を癒してください。そして外に出て周りの緑に意識を向けながら新鮮な空気を深く吸い込みましょう。これがラッキーアクションです。外の今ちょうどね、春になっていく、暖かい時期になっていくので、春の新鮮な空気を吸い込んで、緑もだんだん増えていきます。その緑を感じましょう。生命力を感じてリフレッシュしてください。そして最後にお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのカードは価値を表すカードです。あなたにはすでに十分に価値があります。自信が持てていないのであれば不安になる必要はありません。自分は
ダメな人間なんだとか、こういうところ嫌だとか、そこに目を向けずに、あなたは素敵な価値があるっていうことを信じてください。周りの人はあなたのことをそう思っています。あなたが思っている以上にあなたは必要とされているんです。だから自信を持って、そしてリフレッシュしてね、これからの日々を過ごされてください。はい、今回はこのお日様から認識されているのか、そしてお日様とプライベートで会える可能性はあるのかっていうところを見ていきました。で、今回プライベートなので、このお日様の活動の中で会える可能性は十分あると思います。こちらもぜひお受け取りください。今回は推しシリーズをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。推し様に認識してもらっているのか、そしてプライベートで会う可能性はあるのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では早速、今のお日様の状態、そしてあなたの状態っていうのをカラーカードからもらっていきます。エネルギーの状態っていうのを見ていきます。これとプラスオラクルカードを使って今のお二人の状態を見ていきます。そしてその後にお日様とプライベートで会える可能性があるのか、そして認識してもらってるのかっていうところを見ていきます。ではまずお日様のカラー、そしてあなたのカラーです。ピンクですね。かわいい色が入ってますね。それでは他にオラクルカードからもそれぞれ1枚ずつもらっていきます。お日様は行動を起こす、ジェード、翡翠色、あなたはピンク、愛を受け入れるっていうカードが入っています。とっても春らしいですよね。こちらもね、今ちょうど生命力を感じるこの季節ぴったりの色です。オラクルカードももらっていきます。ウォーカーのカード、そしてあなたの方もそうですね、直感とかそういうイメージのカードが入ってくるのと、あと待ってくださいね。あなたの方でプリエスト、お相手の方でウェイカーのカードが入っています。これ少し不思議だなっていう風に見ています。お相手意識とか、そうですね、そういうことを表していて、あなたの方は直感だったり、あとお相手を信じるお気持ちとか、お日様ね、信じるお気持ち、ファンですよっていう、慕っているっていうところと、あと何かあなたの中でそうですね、今耐えていることもあるっていう風に出てきていて、その他にも気になることがある、一度会ったことあるんじゃないかなっていうのも感じるんです。ここからそれはそのプライベートじゃないかもしれない。でも直接肉眼で見たことがあるというか、ライブに行っても席が近かったりとか、かなり接近したことがあるんじゃないかなというふうに感じました。一部の方ではね、もうすでに会ったことがあるというふうにね、入ってきています。で、そしてお日様なんですが、翡翠色っていうのは今とても調和が取れていて、穏やかでバランスが取れて、さあこれから活動していこうっていうね、生命力あふれ始めるね、輝き始めるところに今いるんです。そしてこれは意識的に自分の中で今もやもやしていたことから光が差し込んで、これからはっきりとクリアになって動いていこうっていう意志が固まったとか、なので最近活動を始めたとか、あとは今新作出したとかね、そういうようなちょうどそういう時期なのかなと思います。アイディアがパッとひらめいて作品ができましたとかね、発表に至りましたとか、そのような何かの形として発表していると思います。ライブが決まりましたとかね、そういうのも感じます。なので今とても穏やかな状態、エネルギーっていうのを持っているので、ファンの方に対しても温かく接しているし、愛情を持って接している。そしてファンサービスっていうのも今やられてるんじゃないかなと思うんですよ。
基本的に優しい方だし、穏やかなお日様なんじゃないかなっていうのもあります。ただ最近少し低迷していたのかなっていうのはありますね。何か考え事をしていた、それは作品を生み出すために考え事をしていたのか、少し前のお日様が少し低迷していたというか、悩んでいたっていう可能性もあります。でも今そこから光が差し込んでいるので、これからはもう元気に活動していくよっていうのが出てきています。で、あなたの方はピンク色のカード、これは無償の愛のエネルギーを表しています。そしてあなたが心を開いて自分を癒している。で、感情的なネガティブな思いっていうのを鎮めて、今心がとても穏やかにあなたもなっているよっていう風に出てきているんですね。最近になってよく眠れていたとか、このお日様を応援していくことで自分の睡眠バランスが整ったっていう方もいるかもしれないですね。最近よく眠れているっていう感じもするし、何か見えない力で結ばれているような感じがするんですよね。少し不思議なことを言ってしまうんですが、なんだろうな、なんかご縁が近いとか、出身地が一緒だったりとか、同じ地方に住んでいるとか、何か共通点を感じます。そうですね、遠い知り合いがいるとかっていう可能性もあるんじゃないかなっていうのも少し感じますね。不思議な力っていうのを感じます。ご縁かな。ではこの後お日様に認識してもらってるかどうかっていうのをもらっていきます。それではこちらのルノルマンカードからもらっていきましょう。認識してもらっていますか？どれぐらい認識してもらってるのか。はい、29番。いやー、これは紳士のカードなんですね。なのでこれがもし淑女のカードだったら、はっきりと認識しているっていう風に出てくるんです。これね、その見ている方が男性の方でも、今回このリーディングは28番淑女のカードをあなたとして見てください。で、29番はお相手として見ていきたいので、これだとお日様本人っていうことになっちゃうんですよ。もう1枚もらっていきましょう。あなたのことを認識しているかどうかっていうことです。6番雲のカード、ぼんやりしてるなっていうのが入ってきますね。ぼんやりしているのと、あとその一部ではあなたじゃなくて、男性っていうのが入ってくるんです。それは見てる方が男性だとしても、男性、あなたじゃない男性っていうのが入ってくるので、例えば素顔を知らなくてアイコンを男性の写真とか絵を使っているのか、性別があまりわからないような写真、シルエットとかね、そういうのをあなたがアイコンにしていたり、名前が中性的なID というかニックネームを使われていたりするのかな。なんかぼんやりしてるなっていうのが入ってきます。だからはっきりと認識はしていないと思うんですが、でもね、気になるのが、もともとこのお日様って潜在意識っていうところをかなり深く潜っていける方なんで、直感に鋭かったりとか、物事を見通す力とかを持っているので、千里眼のような力を持っているので、なんかぼやけてるんだけど、その中でも何かを見抜いているような、そんな気もします。だからイエスオアノーでもらっていきます。あなたの存在をぼんやりとでも認識していますか？イエス、絶対そうですっていう風に出てきました。ぼんやりはしてるんだけど、あなたっていう存在を分かってるよっていう風に出てきていますね。なるほど。なんかぼんやりしてるっていうことは、名前、本名、顔、素顔っていうところを見たことあったとしても、ぼんやりしてるってことははっきりと覚えていないとか、名前と顔が一致していないとか、あとそのアイコンですよね。アイコンはちゃんと覚えてるんだけど素顔を見たことないとか、
実際にちゃんと絡んだことがないとか、何かどこか引っかかるところがある、だけど絶対に認識はしてるっていう風に出てくるので、それは SNS 上のあなたのアイコンだったり、例えばね、お日様の写真使っていますとかだとしても、そのあなたのお名前、 SNS 上での活動している名前っていうところを見ている、しっかりと見ているよ、気づいてるよっていうのは出てきています。そうですね、何かこう不思議なご縁っていうのをここからね感じます。じゃあこの後なんですが、お日様とプライベートで会う可能性あるんですかっていうことで、お日様の活動で会うじゃなくて、本当にプライベートで街でばったりでもいいので会う可能性あるんですかっていうところをもらっていきます。ではタロットカードからもらっていきます。はい、では見ていきましょう。やはりもうすでにご縁が近いというか、会ったことあるとか、それはそのオンラインミーティングだったりするかもしれない。そのお相手というかお日様のね活動の中で会ったことがある、ライブに行ったとか、握手会で握手したことがあるとか、サインもらったことあるとか、そこまで近い接近をされたことがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。どうでしょう、何かこう直接会ったんじゃないかな、近くで見たんじゃないかな、そういうことがあったのかなと思います。または近くじゃないんだけど、そしてプライベートじゃないんだけど活動しているところを遠くで見たとか、撮影現場の近くにいたとかね、そんな近くにいたよっていうのが入ってきます。やはり過去につながりがあった、つながりというか会ったことがあるっていうことですね。接点を持ったことがあるような、そのように入ってきているんですけど、じゃあこれから先プライベートで会えるのかっていうと、何かね会えそうな感じもします。はい、ただしあまり気を張り詰めすぎないでねっていうのが入ってくるので、絶対会えるんだっていう風に固く信じることっていうのもすごく大切なんだけど、ある程度ガス抜きしておかないと、なんか詰まっちゃってね、気持ちだけが詰まっちゃって、実際ばったり会うタイミングっていうのを逃しそうな感じがします。あまりガチガチに考えすぎていて、絶対会えるんだ絶対会えるんだっていうふうに思い込みすぎていると、何か柔軟に対応していけなくなるような感じもするので、もう少しリラックスしてね、気持ち柔らかくして、そしていつ会えてもいいように外出するときはね、すっぴんで出かけるなよっていう風に入ってくるんです。すごくバチバチに毎日おしゃれしろっていうわけではないんだけど、何か直感が働いてる気がするので、あなたの方でなんか今日はね行ける気がするとか、自分がそのお日様の近い場所に出かける時とか、なんとなくあるじゃないですか。ライブ終わった後とかね、その辺で会えるかもとか、そういう可能性のある場所っていうのをあなたは自分のアンテナでピンと受け取ることができるような気がするんです。だからそういう時に会ってもいいようにねおしゃれしておくとか、その近くのコンビニに行くぐらいだったら可能性低いかなっていう時はね、すっぴんでもいいと思うんですけど、ここぞっていう時はおしゃれしておいた方がいいんじゃないか。ばったり会う可能性もあるし、何かこれはね、あまり固く考えすぎていると逆に逃してしまいそうな感じもします。お相手というかお日様の方で
カップの9が出てきているんですね。これは何かとても喜ばしい内容になってきそうな感じもします。ワンドの6番も入ってるから、動いていけば、あなたが積極的に動いていけば掴み取れそう。何か積極的になれない理由とか消極的になってしまうような出来事があなたの生活面とか、あとお日様との間で起きそうな予感がします。そのお日様との間でやり取りがうまくいかないとかそういうことじゃなくて、あなたの生活で今そのお日様に会いに行く余裕がなくなってしまうのか、忙しいとかね、引っ越しとか転職とか自分の生活のことに追われて推し活を一時休止するような形になる方もいるかもしれないんですよね。あと少しお日様から距離を置いて遠くで応援しようって、応援の仕方を変えようっていう方もいるかもしれません。なのでそうだな、もしご自身の生活であまり負担にならなければお日様のことを応援し続けてねって、少し距離が遠くなってもいいけど、お日様のことを応援し続けていく、そして会いたいなっていうお気持ちを持っておくことがすごく大切かなと思います。でそのために、ライブに行くとか、お日様の活動のところに近くに行くとかね、なるべくイベントに応募するとか、なのでだから多少ね、そのお金の出入りっていうのはありそうなんですよね。でもそれをうまくやりくりしてやっていく、生活のバランス、収支のバランスを見ていきながら推し活を続けていくと可能性が広がっていくかなっていうのが出てきています。そうですね、何か自分の中で制限をかけていきそうな感じがするんです。これから先、近い未来、今現在もそうだし、その持っているものを持ちすぎているとそこから可能性が狭まっていくよっていう風に、だからもうちょっと荷物を身軽にする必要があるねっていう風に出てくるんですよ。ではそうですね、ヒントになるようなことをもらっていきたいと思います。あなたが今大きく抱えているものって何なのかなっていうところをまずもらいましょう。そうですね、ルノルマンからもらいましょう。今何かをそうですね、手放した方がいい、頭が思考が大きく、考え事がいっぱいあるとか、あとそうですね、もう本当に物質的なものだからグッズいっぱい持ってるとか、あとお金をグッズにいっぱいかけている可能性もあるんですね。今手放すといいものなんですか？パワーのカードが入ってきました。ちょっとエネルギーをたくさん使っているところがあるんじゃないかっていうところで、そうですね、あとは派閥っていう可能性もあるかもしれない。でも今回は自分のエネルギーをもう少し柔らかくしていくとか、そうですね、何か会うために何かしなきゃいけないとか、プライベートで会うためにこうしなきゃいけないとか、何か思ってるところがある、考えてることがあるかもしれないけど、そこまで思わなくても大丈夫なので柔らかくしておくことと、あとここね、結果としてお相手、お日様とプライベートでも、そしてお日様の活動範囲内でもどっちも会えそうな感じなんですね。あなたが柔らかくいられるのであれば、そして今よりも荷物を軽くするのであれば、荷物っていうのは手にしているものや思考、このあたりを軽くしておくのであれば、両方合えそうな感じ、予感がします。ただし、お仕事が忙しかったりとかしてなかなか推し活しづらくなるようなこの先っていう感じもするので、その時はね、やっぱりしょうがないですよね。自分の仕事、生活をまず基盤にして考えていかなきゃいけないから、このあたりのバランスの取り方かなと思います。どこにそうだな、でもそうですよね、仕事が忙しくてとか疲れちゃってとかっていう時もあるし、あと推し活に全力注いじゃってってすごいエネルギー注いでるんですっていう方もいるから、今何かに偏ってるようなところもあるんですね。なのでこのあたりのバランスを見直していくといいでしょうというのが出てきました。はい、そしてではこのお日様に会えるかもしれない、そうですね、カップの9が入っています。会えそうな場所のヒントをもらっていこうかなと思います。ここでもね、ちょっと遠い場所っていうのが入ってきますね。
そう、今の場所じゃなくて、今あなたがメインに動かれている場所ではなくて、お買い物とか遠出とか旅行とか少し離れた場所です。で、そのお日様が今、活動している場所とあなたの住んでいる場所がもし離れてるんだったら、お日様に近い方に行った方が会える可能性が高いです。ただしこれが海外のお日様とか、ちょっと海を越えなきゃいけないとか遠くなりすぎちゃうと、ちょっと可能性としては難しくなってきます。なぜだったらその分出費がかかるからっていうことで、あまり多く出過ぎない方がいいんですよね。ただし自分ができそうな、無理しない範囲で少し遠出する場所で、お日様の近い場所ですね。あなたがもし地方に住んでいてお日様とちょっと離れている時は、お日様の近くに移動した時とか、同じ県内に住んでいるとするんだったら、観光地とかその県内の中でも、例えば関東圏だったら関東圏の中でも春の観光名所の場所とか、そうですね、お日様が行きそうな場所とか、少し離れてる場所、家から離れてる場所に行くと、そこに可能性が眠ってるよっていうのは出てきています。あと帰り道っていうのもあります。ライブの帰り道だったりとか、遠出した帰り道にばったり会う可能性もあります。で、今回プライベートで会えるかどうかっていうことで見てるから、そうですね、で注意するポイントとかもお伝えしたので、可能性はあるよっていうところ、そしてお日様ともし会えた時に話しかけてもいいのかどうかっていうところを見ていきましょう。どういうふうに接していけばいいのかな、もし会った時にね、ファンなんですって話しかけてもいいのか。ただそのご飯食べてるというよりは、一回戻しますね。ご飯食べてる場所とかっていうよりは、自然のある場所かなと思います。出先とかその帰り道とかなので、外なんですよね。中ではなくて外の可能性がある。会えそうな感じはするんですけど、あなたの状況次第かなと思います。あなたがもし仕事か何かで忙しくて、その今のいる場所から離れられないような状況、家の中から出られないとか、あんまり遠くまで行けないような環境にもしいるのであれば、少し可能性は下がるかな。でも無理しないでねっていうのは入ってきます。会えそうな場合、どんな風にすればいいのか見てみましょう。ペンタクル10ですね。お日様が団体で動かれている可能性があるし、あなたが友達と一緒にいる時でばったり会う可能性があります。例えばお日様のイベントの参加して、その帰り道にもしばったり会った時に、お日様もグループで動かれていて、あなたもグループで動いていて、グループ同士で会った、ばったり会うとかっていう可能性がある。もしくはお日様の周りにたくさんファンの人がもうすでに集まっているとか、押し寄せているとかっていう可能性があるかな。なのでその中で自分が声かけていけるかって言ったらどうかなと思います。ぐいぐい前に出てね、周りの人を押しのけて、私です私ですって言うかな。あなたはそういうことするかな。そこまでエネルギッシュに言うかなっていうふうに、その部分に対してはどうかなと思うんですね。そしてお日様もたくさん人に囲まれている中で、ぐいぐい前に来た方がいいのか、どういう風にしてほしいのか、なるべく争ってほしくないな、ファン同士でね争ってほしくないなとか、あと周りの人に迷惑かけるようなことはしてほしくないなっていうことを思ってるので、例えば道端で会った時に騒いで人だかりができてしまうとか、そういうことは避けたいんですよね。じゃあ周りにたくさん人がいるだろうっていうことで、あとお日様にも連れがいるだろう、自分にもいるだろうっていう状況でもしあった場合に話しかけていいですか。あとノーですね。ここは話しかけないでおいてほしいな、ということです。はい、なので、たくさん人がいる中で会いそうな感じですね。だからこそ
規律を乱さないとか、社会のルール、交通ルールとかね、そういうところを乱さないように、お日様の負担にならないように、例えばですけど、空港で会った時にやっぱり周りに、報道陣がいたりとか、カメラマンがいたりとか、他にもファンの人が来ていたりとかする可能性もあるんですよね。このお日様のプライベートではあるんですけど、そこにあなたも行って会えるんだけど、じゃあその周りの人を押しのけて声かけられるかって言ったら、それはお日様の負担になる可能性があるから、穏やかになるべくね、穏便にっていうのをお日様望んでらっしゃるので、なのでね、そこはあまり無理して私ですっていう風に言わなくても分かってるよっていう風に出てきています。あとね、もう一枚カード出していきます。ここですね。いや、でも会えそうな可能性がすごく高いんじゃないかなって思います。やはり何度もお伝えする通り、あなたの状況次第なんですが、あとお日様のスケジュールを把握しておくと会える率も高くなってくると思います。ごめんなさい、今ちょっと飛んじゃったので、もう一度切っていきます。お日様がやっぱり海外とかにも通じる方なのかな。もしその海外に行かれているお日様だとしたら、やはり空港とか、港、船の出る場所とか移動手段の場所で合いそうな感じがします。あとそのお日様の活動が幅が広くなるとき、知名度が高まって活動が広くなる、ツアーだったら地方ツアーからホールツアーとかアリーナツアーとかワールドツアーとか拡大していくときに合えそうな感じです。でかつプライベートっていうところで、そうですね、プライベートですね、完全に。だけどやはり活動した後に合いそうな感じとか、活動する前、どこか撮影場所に向かう最中とか、終わって帰ってくる最中とか、そういう時に合いそうな感じですね。だからもう完全プライベートモードなんですね、お日様が。だからこそあまり騒がないでほしいな、周りの方々に対してね、周りのファンの人たちに見つかっちゃう可能性があるんですね。そういう時にあまりことをね荒立てたくないなっていうのはあります。ここはお日様のお気持ちを尊重していった方がいいのかなと思いました。そうですね。では最後にね、お日様により近づいていくためにっていうことでアドバイスもらっていきましょう。ではまずルノルマンから1枚、カラーカードから1枚、そしてオラクルカードから1枚もらっていきます。長年応援しているっていう方多いんじゃないんでしょうか。このお日様のことをもう年数経ってるよっていう方いらっしゃいそうですね。ではめくっていきましょう。ルノルマンは鍵のカードです。はい、そして何かね会うためのヒント、解決策っていうのが見つかりそう。近道とかね、どうやったら会えるんだろうとか、そういう何かヒントが出てくるよっていうこと。そしてラッキーカラーとしてお受け取りください。みかん色です。自主性と楽しさ、
みかん色オレンジの色ですね。ラッキーナンバーは33と17です。そしてオラクルカードももらっていきましょう。これはね、仕立て屋さんのカードです。あなたが、ご縁、糸をね、紡いでいくんだっていうところで、これをどういう風に刺繍していくのか、全部あなたが自分で自由に仕立てていくんだよっていうところでね、いろんな絡まるご縁っていうのがあると思うんですよ。お日様も含めて。これをあなたがちゃんと手繰り寄せていって、ほつれることのないように丁寧に細かく刺繍していくんじゃないかなと思うんですね。愛情を込めてお日様とのご縁を大切にすると思うし、お日様だけじゃなくていろんな人のね、力を借りていきましょうっていうこともそうです。お友達付き合い、対人関係だったりご家族との関係だったりとかっていうのも良好に円満にしていくために、あなたが働きかけていくことっていうのも大切です。人と人とのご縁を大切にしていきましょう。そしてこちらですね、タンジェリンみかん色。この色は活気、創造性、人生への情熱、生命力を司る色です。そして熱意、豊かさ、勇気と自主性を象徴しています。内なる知性、行動、自信、決断はこのタンジェリンが力を発揮する分野です。この色のエネルギーを活性化して、あなたの中のワイルドな部分を解き放ってください。そしてこれまでずっとやりたくても勇気が出なくてできなかったことに挑戦してみましょう。ためらう前にコントロールすることを手放して、そして自由に自発的に行動できるんだっていうことをね、自分に意識して自分自身を解放させていきましょう。あなたのインナーチャイルドを外で遊ばせてくださいっていう風に出てきていました。そうですね。これにも通じると思います。心を解放してとか、何か重く持っているもの、たくさん持っているものを少し軽くして、自由に自分でいられるといいのかなっていうのもあります。だからあらかじめ仕事が忙しくなりそうだなこの時期はっていう時は、仕事に集中して一山ついたらよしチャンスあるかもっていう風にね、切り替えていくのも大切です。無理してね、仕事がすごく大変なのに会いに行こうとしたりとかするのはどうだろうかね。このお日様のね、動きにもよって変わってくるんですけど、ちょうどタイミングが合えばいいなっていう風にね、軽く柔らかく受け止めておくことが大切です。そして日々毎日のことに感謝しながら、人と人とのご縁っていうところを意識してみてください。とっても元気の出るみかん色なので、ぜひこのオレンジのカラーを取り入れて、そして日の光を浴びてね、元気いっぱいで過ごしてくださいっていう風に出てきています。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは直感を表すカードです。癒し、優しさ、楽しさを感じることをあなた自身がすることで、より研ぎ澄まされた直感につながっていくでしょう。心の声を聞いて自分の状態を知ってくださいというメッセージです。自分の心を解放させて、より深く自分を知っていきましょう。今回はお日様に認識されているのか、そしてプライベートで会う可能性はあるのかというのをテーマに見ていきました。今回の推しシリーズ、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらコメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。推し様とプライベートで会えるのか、そして認識してもらってるのかどうかっていうのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。完全なるプライベートで会えるかどうかっていうところに焦点絞っていきます。まずは推し様とあなたの今の現在のエネルギーの状態っていうのをカラーカードからもらっていきます。そしてオラクルカードからももらって見ていきます。まずは推し様から出していきます。はい、推し様のカラーはレモンです。革新的な、思考をもたらす。
いいですね。爽やかな色。そしてあなたの方はパール、真珠色、神聖さとつながるっていうカードが出てきています。いいですね。どちらも素敵なカード。そしてオラクルカードももらっていきます。ね、レモン色って革新っていう風に言葉が入ってるので、今このお日様の中で新しいことにチャレンジしようっていう風なお気持ちになっていたり、今までと違うテイストのものを出そうって作品としてね、世の中に送り出していこうとか、そういうお気持ちもあるのかもしれません。オラクルカードももらっていきます。はい、見ていきましょう。あなたの方にウォーカー、未知のもの、そして旅立ちっていうのを表すカードです。すごく可愛いカードですね。日の出に向かって鳥たちが飛び立っていくようなカード。そしてお日様のところですね、ここです。アルケミスト、錬金術師のカードです。これも少し似てます。新しいことを始めるとか作り出すっていうカードです。新しいことを始めるために今何か取り組んでいることがあるっていうのが伝わってきますね。そしてあなたの方はまだ知らない世界へ飛び立とうっていう風なお気持ちが今湧き上がっている。お互い新しいことを始めるっていうところでは共通のものがあるかもしれません。そしてまずこのレモン色ですね。ひらめきや知性を表す色ですね。そしてレモン色は勉強、技能の習得、読書、文章を書くことにおいて素晴らしい効果を発揮する色です。ということはお日様は今ブログとか SNS 発信していたりとかする可能性がある。新しく始めたとか、あとはそうですね、文章を使って本を出版されるとかね、そういうことも関係してくるかも。雑誌に多く掲載される、表紙を飾るとかね、そういうことも出てくるかもしれないですね。今までとは違うやり方でとか、新しい方法を取り入れていきながら活動していく、そのように感じます。とてもみずみずしいカード。お日様もみずみずしさを感じます。そして逆にこちらのパール色、あなたのところですね。このパールの色というのは特別な陰りを持つホワイトです。穏やかさと浄化をもたらし、信頼を深める色と言われています。今あなたの中でも心が澄み渡っていて、重圧感から体が解放されている時なんじゃないかなと思います。そしてあなたの人生の流れに沿ってあなたにもともと備わっている神聖さとつなげてくれます。あなたの持つ高潔さ、真実、忠実さの色であるこのパール色は平穏、調和を人生にもたらします。真珠の色を思い浮かべて、真珠の光を思い浮かべて、つながっていくような、あなたの体、心、感情、魂がすべて一体化しているような、つながっているような、そんなことを体感する、そんな時なんじゃないかなと思います。そして知らなかったことを知るとか、それはあなたが知らない世界へ飛び立っていく、知らない世界というか場所かもしれないしね。まだ見ぬ世界へ飛び立つことにより、この神聖なもの、自分が一体化できるっていうことを初めて体験するとかね、今まで感じたことない、こんな気持ちになったことないっていうことを今味わおうとしているっていうのがエネルギーとして伝わってきます。今あなた自身の輝きを感じるとき、それは知らないこと、新しく体験することによってっていう風にね、感じます。あなたが求めているんだと思いますね。自分自身の体と心のつながりもそうだし、周りとのご縁っていうのもそうですよね。たくさん鳥がいます。だから友達とのご縁だったり、人とのご縁っていうのをとても大切に今したいと思っているし、そしてもちろんお日様とのね、ご縁っていうのも感じてらっしゃるんじゃないかなっていうのも伝わってきます。ではここでルノルマンカードでもらっていきます。お日様、今新しい何かを生み出そうとしています。それを応援しているあなたのことを実際に認識していますか？というのをもらっていきましょう。今でもあなたの心すごくリラックスしていて、明るさを新しいものを取り入れようっていう心の余裕っていうのが見えています。
はい、では認識しているかどうか。鳥のカードだ。認識している可能性高いんじゃないかな。ここはイエスオアノーでもらっていきましょう。はっきりとイエスオアノーで、あなた、そうですね、コミュニケーションを表すカードなんですよ。コミュニティとかね、だから SNS とかかもしれないですね。あなたの、発信を見ている、投稿を見ている、インスタとか X とかでつぶやいていることを見ていたりとか、お日様をタグ付けしていたりとかして気づいているかもしれません。あとファンクラブとかね、コミュニティの場なので、ファンクラブの中のあなたの発言を見ているとかっていう可能性もあるし、実際にこのお日様と SNS を通じてやり取りしているとか、コメントを読み上げてもらったことがあるとか、そういう方もいるかもしれない。確実にあなたを認識していますか？見ていきましょう。認識してないっていう風に、確実ではないっていう風に出てきました。だからより認識してもらうためにはコミュニティを重ねていく必要があるっていうのは出てきています。だけど何度かね、コミュニケーションというか、そういう場所であなたが発信していたりとか、投稿していたりコメントしていたりっていうところで絡みはあったっぽいですね。でもはっきりと認識していない、ファンの人とかね、たくさんいるファンの中の一人だけどはっきりと認識していないっていうのは出てきています。でも何か参加しているものがあるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今以上に認識してもらうためにはもっとね、コミュニティの場に参加していくといいよっていうのが出てきていました。ではこの後、このお相手、お日様とプライベート限定で会うことができるんですかっていうところをもらっていきます。お日様の方から連絡をくれて会いたいって言われるっていう可能性もあるし、なきにしもあらずですよね。あるし、あとばったり出会うよっていう方もいるだろうし、あとお日様のプライベートをあなたがリサーチしてその会えそうな場所に向かっていくっていうこともありますよね。どんな形でプライベートで会えるのか、何か撮影の合間に見かけるのかもしれないし、または全然会えないっていう場合もあるんですよ。なのでそのあたりも踏まえてね、見ていきましょう。はい、このように出てきました。ここ最後ね、大アルカナ続いていきますね。そうですね、かなり大きなエネルギーを消耗するだろうし、あなた自身がそれをコントロールしていかなきゃいけない。そのお相手、お日様とプライベートで会う、活動範囲内だったら会えそうなんですけど、プライベートで会うためにはあなたの中で大きなエネルギーを使うだろうし、大きなエネルギーを持つっていうことはそれをコントロールしていかなきゃいけないんですよね。それプラスそれをきちんと正しくね、扱っていくことも必要だし、大きなエネルギーってことは時にとてもポジティブに前向きに働いていく効果も強いんだけど、逆にネガティブに転じてしまう場合もあるから扱いづらいんですよ。それをうまく扱っていけるかどうかっていうところで、ここはね、かなり大きくエネルギー使うよっていう風に出てきています。エネルギーっていうのは、心のエネルギーだけじゃなくて、あなたの物質的なエネルギーもそうです。例えばお金だったりとか、あなたが遠くに行かなきゃ会えないとかね、そういう物理的なことも関係してきます。だから多少無理して物事を動かしていかないとプライベートでは会えないんじゃないかっていうのが出てきています。でも全くゼロではないっていうのは出てきていますよ。でもじゃあすぐ会えるのとか、自分が動いたら絶対会えるのとか、そういうことは確約できない。なぜだったらそのエネルギーは時としてマイナスにも転じてしまうし、プラスに扱うこともできるし、変わりやすいんだっていう風に出てくるんですよね。
それをうまく使っていければいいんだけど、使いづらい、扱いづらいんじゃないって、今のあなたのコンディション、今新しいこと始めたいとか、かなりリラックスしている状態ではあるんですけど、でもその推し活のことだけに絞っていくのであれば、何かねみんなで動いてはいけるんだけど、単独行動がしづらいとか、そうですね、あとやっぱりどこかでプライベートで会って仲良くなりたいなとか、そういう夢みたいなことで考えていたり、妄想ですよね、膨らんでいたりとか、どこかで下心的なことがねあったりとかして、あわよくばみたいな、でも誰しもそれはお日様に対して思ってることなんですよね。あわよくば会えたらいいなとかね、もしかして連絡来るんじゃないかとか、そういう期待とかね、どうしても思っちゃうんですけど、まだそこから抜け出せていないまま、今その大きなエネルギーを動かすことができるのかどうかっていうところで問われているような気がします。下心なく近づいていくことってかなりね難しいと思う。難易度が高いと思うし、下心っていうのは、例えば恋愛関係になりたいとかじゃなくて、友達になってみたいなとかね、話したいなとかね、ここに行ったら会えるんじゃないかとか、そういうことも全部言っちゃえば下心になっちゃうから、そこにね真心だけっていう存在させることって非常に難しい。ただあなたの今のエネルギーって真心そのものなんですよね。だからそうだな、今のこのエネルギーの状態で向かっていくことっていうのがすごく大切だよっていう風に入ってくるんですよね。そしてこのお日様のエネルギーも強いから、かなり目立つ方なんじゃないかと思うんです。人気ももちろんあるし、活動されていて売り上げがいいとかね、知名度があるとか、すごくパワフルなエネルギーを持っています。だから動くと目立つんですよね。プライベートでもカラーを隠さないと、このお日様のカラーを消していかないと、本当に変装とかしてわからないようにしないとすぐバレちゃうような目立つ人なんですね。見つけやすいって言えば見つけやすいんですが、でもこのエネルギーに対してあなたも同じぐらいのエネルギーを持ってぶつかっていかないと、プライベートで会えるチャンス、タイミングっていうのがつかめないんじゃないかっていうのは出てきています。そうですね、これはプライベートだから、このお日様の活動の中では確実に会えるよっていうのは出てきています。でもじゃあプライベートはっていう風になると、かなりここは時間もかかるし、パッとすぐ会えないし、すごく期待していたらしていた分だけ会いづらくなる可能性が低くなるんじゃないか。もうちょっと現実見て考えていくといいんじゃないかなと思うんですけど、いろいろあれこれ作戦立てていても実現化するのは少し難しいかもしれないなって。だってエネルギーがすごく大きくて使うの大変だからっていう風に入ってくるんですよね。今すごく会ってみたいなとか、実際にプライベートどんな格好してるんだろうとか、いろんなことを思いを馳せていて、じゃあ実現するのかどうかって言ったら、そこはもしかしたらね、期待で終わっちゃう可能性があるかなっていうのは正直出ています。3番さん、実際にそうですね、だから推しとして応援していくよっていう体制はずっと変わらないんだけど、プライベートで会うのはちょっと厳しいかなっていうのが、出てきています。そうですね、もしプライベートで会うんだったら下心を見せないっていうのがあるんですけど、お日様からね連絡来るとかそういうことはなさそうだし、今の現時点でね認識されていない可能性も高いし、だからその認識していない人に対して会いたいっていう風な連絡もまずね現実的に考えて可能性も低いだろうし、そしてそうですね、自分の感情を押し殺して進めていかなければ会えないよっていうかなり厳しい感じが入ってます。エネルギーがすごく大きすぎて扱いづらいなっていうのがあります。この流れをね扱いづらいなっていうのがあるから、
プライベートの友人とか仲間とかそういうことにはなりづらいと思うんだけど、推しとファンとしてこのつながりコミュニティっていうのをとても大切にして、これからも推し活し続けていくといいよっていう風に入ってます。あまりプライベートでは合わないじゃないかなと思います。合わないっていうの、会うことがないんじゃないかなと思います。ばったりっていうのもなかなか難しそうな、そんな感じがしますね。ではもうちょっと、もしね、仮になんですけど、仮にこのお日様にプライベートで会った場合って話しかけてもいいのかどうかっていうのをもらっていきましょう。プライベートで会った時にお日様にどんな働きかけをあなたがすればお日様は喜んでくれるのか、どういう風にしてほしいのか。プライベートで会った時、プライベートで会った時、デスのカード。これはそうですね。なんかこう会える可能性が低いというふうに出てきてる今の状況で、今の近未来では少し難しいかなって、ごめんなさい3番さん、ちょっと辛口になっちゃうかもしれないんですけど、今はね、こう切り替えてっていう風に出てくるかなと思います。もしくは、もしあったとしても、そうですね、遠くから見ているだけとかね、あんまり話しかけない方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、オンオフ切り替えする人だから、このお日様がオフはオフのままでいたいっていうことで、やっぱりどこかで線引きはされてる状態、今現在ね、あなたのことを特別に思っていて、プライベートとして仲良くなっていきたいとか、恋心を抱いているというよりは、活動者であなたがファンだっていうところのこの線っていうところは今まだちゃんと保っているよっていうところがあるかな。だから、オンの時はそのオンの世界の中で絡んでいくのは全然すごく嬉しいし OK、 応援してもらうことはすごく嬉しいんだけど、オフの時にの絡みっていうのは今の状態、このお日様がね、ファンの誰ともだと思う。ファンの方とはプライベートの交流っていうのは分けてると思います。そこは混ぜないんじゃないかなっていうのが出てくるので、ごめんなさい、ちょっとね、いろいろと期待するところもたくさんあると思うんだけど、この近い未来では少し可能性は低いかなっていうのが出てきました。では、よりお日様のことに近づいていけるためにっていうことでアドバイスもらっていきましょう。もうこれはその近未来の様子なので、これからまた先変わっていく可能性があります。だから今はダメなんだってことでがっかりする、それで終わるんじゃなくて、次につながる行動をっていうところでアドバイスもらっていきましょう。ルノルマンとカラーカード、そしてオラクル3枚もらっていきます。はい、オラクルももらっていきましょう。はい、ハンターのカードですね。宿命とかを表していますね。あと確定していることとかね、一歩ずつ確実に踏み出していくこと、前に進んでいくこととかも表しています。そしてこちらのカラーカードはラッキーカラーとしてお受け取りください。ブラウン。他者との境界を作る。ラッキーナンバーは12番と28番。あなた本人のカードが入っています。あなたがまずっていうことで、そうですね、自分軸っていうのも大切に持っていきながら、でも
しっかりと狙いを定めていくことっていうのも大切だけども、狙いを定める前にとかエネルギーをちゃんと操る前に、まず自分の気の流れね、元気の気です。気の流れを整える必要がさらに出てくるんじゃないかと思います。今もすごくエネルギーの状態いいんですけど、ここですね、ここ新しいこと取り入れていきたいとか、かなり羽ばたいていきたいっていう思いがあるんですけど、お日様とのことになると、この2人のバランスっていうのを見ると、ちょっとパワーバランスがかなり差がねあるかなっていう風に見るんですね。なのでその推しと応援者ファンとしてはうまく成り立っていくんですけど、プライベートっていうところだとちょっとエネルギーの差が生じやすい今の状態っていうのがあるので、このお日様に自分のエネルギーをというかお日様のエネルギーに自分を持っていく、高めていく必要が出てくるんだけど、高くというよりは土台もしっかりとっていう風に上下どちらもっていう風に入ってくるんですね。今のあなたはより高みへ目指してっていうところがあるかもしれないけど、それももちろんとても大切。自由で自分が羽ばたきたいと思って上へ目指していくっていうのがすっごく大切なんだけど、土台も忘れないで、自分の軸とかね、信念っていうところも忘れないでっていう風に入ってきます。そしてラッキーナンバーは12番と28番で、ラッキーカラーがブラウン、茶色で、ブラウンっていうのは大地の色です。自然や動物の知恵、そして宇宙の英知とつながるサポートをしてくれます。そして周りとの間にバランスの取れた考え方を築くのに役立つ色です。あなたを自然の持つ癒しの力とつなぎ、エネルギーの創造性を復活させる力もあります。ぜひ大地とのつながりを深めて、周りとの間に穏やかな境界線を作っていきましょう。ズバッとした境界線というよりは柔らかい境界線、そして自分の中で自分軸、周りに左右されないっていうところも必要だし、あと今のエネルギーね、自由に新しいこと、自分の好きなことを追い求めていく、その自由さ、軽快さ、そのお気持ち、姿勢っていうのもとっても大切です。だからどちらもね、意識してください。そして外に出て枝を見つけ、地面に丸い円を描いてみましょう。その中心に立って新鮮な空気を吸い込みます。大地としっかりあなたをつないでもらいましょう。大地を踏みしめて歩いてみて、しっかりと大地、土の感触っていうのを味わいましょう。香りとか感覚、感触、触ってもいいし、足で歩いて行ってもいいしね、大地の上に立つ、土の上に立つ、土のある場所ってね、この近年なかなか見つけづらいですよね。公園とかに行っても芝生が生えていたりとかもする。本当にこういう大地って畑とかね、そういうイメージかな。もしあなたの中でこのような土の上に立つっていうことがピンとくる方は、ぜひその場所に行って土の上に立つですね。神社とかに行くとまだ土があるかもしれないですね。そういう場所が多いと思います。それも最近なかなか場所が減ってきてる気もするので、やはり土のある場所にあなたが出向く必要があるのかもしれません。自分の気持ちも大切にしてねっていうのが入ってくる。そうですね。そして最後に狙いを定めて集中力を持ってっていうことで、その今言ったことをね取り入れていくと、よりこのお日様にプライベートで近づいていくと思います。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらのメッセージは大胆さを表すカードです。知恵から答えを導いていきましょう。あなたの勇気と行動力はこの先の未来を切り開く鍵となるでしょう。その前にリラックスして体力、気力を回復させていきましょうというのが出てきました。このメッセージです。今、心身のバランスをもう一度見直してみてください。ここね、神聖さとつながる不思議な力、ご縁っていうのも感じやすい時です。そして新しいスタートっていうのもこれから切っていくことができるので、今ここで回復させておいて、新しい未来へ向かって切り開いていく意志を持っていきましょうというメッセージでした。今回は推しシリーズです。推し様に認識してもらってるのか、そしてまたプライベートで会うことができるのか
ということをテーマに見ていきました。で、今回ね、プライベートに絞っているので、このお日様の活動の場所では会える可能性は十分にあるでしょう。このようにお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推しシリーズいかがだったでしょうか。プライベートで推し様と会うことができるのかどうかっていうところで近未来の流れ見ていきました。そしてあくまでも近未来可能性なので、これから先どんどん変わっていく可能性ももちろんあります。はい、ということで見ていきました。そうですね、推し様とねプライベートで会いたいっていう風にね思う方 100% なんじゃないかなっていうぐらいですよね。どうでしょう。いろいろと結果分かれていきました。中にはちょっと厳しかったなっていう結果になった方もいたかもしれないですね。はい。ですが、そこでがっかりするんじゃなくて、次へつながる何かへっていうところでヒントを得てつなげていっていただけたらなと思います。では、今回はこちらのヒーリングライトルノルマンカードから共通メッセージをもらっていきます。共通メッセージというか3択でもらっていきましょう。で、今回はプライベート限定で見ていったので、じゃあこの推し様の活動内で私どういうことをしていけばアピールすればね認識してもらえるのかなっていうところを見ていきましょう。この推し様の例えばインスタライブだったりとか配信だったりとか、あなたがコメントを残せる場所 YouTube ライブだったりとか、またはファンクラブだったりとか、どういうことをすれば推し様にファンとして名前を覚えてもらえるのかなって、どういうことをすればいいのかなっていうところをもらっていきます。では3択です。はい、こちらでもらっていきましょう。ではお好きなものをお選びください。左、真ん中、右、直感でお選びください。ではお選びいただいたでしょうか。早速左側の方から見ていきましょう。答えをもらっていきます。33番鍵のカードです。で、自分を覚えてもらえるようなきっかけっていうのが出てきます。タイミングがちょうど自分でピピッとくるとか、もっと確実なものですね。このタイミングで今自分が出ていけば覚えてもらえるんじゃないかっていうチャンスがやってくるとか、自分の中で確信持てるものっていうのが出てきます。なのでそこに合わせて動いてくださいっていうことで、動くかどうかとか何で自分が発言していくのかとか、そういうのがはっきりと明確に見えてきます。それはその毎日のことに関わってくるかもしれません。だから日々その推し活を続けていって覚えてもらう積み重ねが大切になってくるんじゃないかなっていうのが出てきています。その場限りじゃなくて毎回コメントして覚えてもらうとかね、そういう確実なやり方っていうのが出てきていました。では真ん中をお選びいただいた方です。どうすれば覚えてもらえるのか、よりのカードです。なんかね、清らかなイメージっていうのが入ってくるので、なんか不平不満をぶつけないとか、推し様だからね。でも推し様だからこそ何か自分が落ち込んだ時に力もらいたいから今落ち込んでるんですとか、そういうことを話しやすいしね。あと逆にファン同士の争いの中に巻き込まれたりとか、やっぱりファンの中の派閥とかもあるじゃないですか。だからそういうところにあまり参戦しないことっていうのもあります。清らかであるといい、っていうのが出てきている。調和とかね、そういうのもあるので、ファン同士で揉めたりとかせず、そこにあなたは参加せずね、純粋に推し様を推し続けることっていうのが覚えてもらうポイントです。はい、そしてもう一つ、あとこれ控えめな感じもするので、あんまりぐいぐい前に出てアピールするというよりは、そっといつも寄り添うように推し活していくといいと思います。ただし覚えてもらうためには悪目立ちしないことっていうのがあるから、ファン同士で争って
こう目をつけられるとかではなくてね、純粋に応援していって、そして覚えてもらうような流れを作っていくといいんじゃないかなと思います。では右をお選びいただいた方です。熊のカードが出てきました。少しここは強く出ていってもいいんじゃないかなと思います。もしあなたができるんだったらね、あなたの性格上、いやちょっと引っ込み思案でなかなかコメントしづらいんですっていう方は無理しなくていい。でも一歩踏み出してみる勇気っていうのは必要かなと思います。でもそれが逆に負担になるぐらいだったら今のペースでもいい、っていうのがあります。でも覚えてもらいたいっていう気持ちがもし強いのであれば、その第一歩を踏み出してみるのがいいかもしれない。そしてその勇気を持って踏み出していったら、実は案外ね、コメントしやすかったりするかもしれませんね。自分の中の調整を取ることっていうのが大切です。今あなたがガンガンコメントしていますっていう方だったら、その調子で大丈夫。で、逆にいつもコメントすっごくしてるんですとか、アピールしてるんですっていう方は、逆にちょっと抑えた方がいいかもしれません。エネルギーパワーバランスっていうところで、引っ込み思案で言えない方は第一歩、めちゃくちゃ発信していますって方はちょっと抑え気味でもいいかもしれないですね。このように入ってきています。ぜひ参考にしてください。推しシリーズ、また次回も行っていきます。ぜひまたお楽しみいただけたらなと思います。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。